こんにちは、リュウジンです。今回はですね、僕のエブリー君秘密基地、この全面にカーテンを取り付けていこうかなと思います。これまではですね、こういったフロントガラスに置くタイプのアルミの日よけ、それをですね、こんな感じでフロントガラスに取り付けまして、バイザーをね、こうやってこんな感じですね。こんな感じ。こういった日よけを使って外からの目線をね隠して車中泊してきたわけなんですけど、この助手席側だったり運転席側だったり、ここを隠すカーテン的なもの、これはね取り付けてこなかったんですよ。というのもね、このカーテンが運転席とこのエブリー君の秘密基地の中を仕切るカーテンとしてね取り付けていましたので、車中泊の夜はこのカーテンを閉めて、そしてこの運転席側とエブリー君の秘密基地の間を仕切ってきたわけなんですね。なんですけど、当然これがね開いた状態でここの周りにカーテンを取り付けることができたら、空間としてはねかなり広く使えますよね。このカーテンを開けて空間をね大きくすることで開放感が出ますよね。秘密基地の中でより快適に過ごすためにも開放感ってやっぱり大事かなと、そんな風に考えましてね、ここにカーテン取り付けたいなと前々から思っていたんですよ。で、今回こちらトラック用の仮眠カーテンというものをね Amazon でポチりました。はい、大きさはこちらですね。240センチ×丈が65センチというものをね今回購入いたしました。これはねトラック用とは書いているんですけど、実はエブリーオーナーの友達がいましてね、その友達がこのカーテンと同じものをねここに取り付けていたんですよ。あ、これいいなと思いましてね、トラック用とは書いてるけどエブリーの運転席や助手席を覆うカーテンとしてもね十分使えるんだなということを知りました。はい、そしてですね、カーテンレールはこちら。このカーテンレールは今ねこんな風に円になってますけど、ここの結束バンドをね取りましたら自在にね曲がるカーテンレールになってるんですよ。なのでここのラインに沿ってですね、ゆるーっとカーテンレールを曲げながらここの形に沿うような格好でレールをね取り付けていくことが可能になっているんですね。これからですねより快適にこのエブリー君の秘密基地で車中泊を楽しんでいくためのカーテン、早速取り付けていきたいと思います。行ってみよう。はい、それではね早速こちらの結束バンド切っていきましょう。 OK。 はい、なるほどね、こんな感じね。結構まだね硬いですね。でこれはね逆側にこうグッとね伸ばしてあげるとまっすぐなるということなんですね。はい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 。意外とね簡単にまっすぐになっていきますね。ではどんどんまっすぐしていきましょう。はい、こんな感じでねぐーっと伸ばしていきますよ。じゃあある程度まっすぐなったところでカーテンレールを取り付ける場所にねちょっと仮にあてがってみましょうか。はい、端っこがだいたいこの辺かな。端っこがねだいたいこの辺りだと想定して、こうぐにゃーんとね曲げながらフロントガラスのちょうど上の部分ですねに沿ってカーテンレール取り付けていこうかなと思います。長さがね240センチのレールを買いましたんで、一応ねこれ測って買いました。一応ねここの端からこの真ん中がだいたい100センチだったんですね。なのでここからさらに向こうまで行くと200センチ、つまり2メートルあれば十分かなと。で2メートル40センチなんでね、これは余裕でここに設置することができそうですね。こんな感じになっていくと思うんですよね。でですね、こういった感じで部品がねたくさんカーテンレールに付属されているんですけど、まずはねこの部品ですね、カーテンレールを設置したい箇所にまずこの部品を取り付けて、そしてこの金具にレールを取り付けていくという格好なんですが、まずねこれどこにつけようかなというところなんですよね。はい、ここにねゴムがあるんですよ。このゴムと天井のこのシートの隙間がここにちょっとだけね開いているんですね。こんな感じ。
こんな感じです。で、この隙間にこの金具入れられないかなと思ってるんですよね。ここの部分にこの金具のこの部分ですね。これがこういう感じで、はい、はまりました。こんな感じではまります。で、実際ね、レールを取り付けるときは、この金具のここの部分を差し込んで固定しようかなと。この隙間ですね、この隙間、ここですね。ここにゴムを剥がして、ゴムの向こう側から天井のシートをですね、前面にこういう風に出していきます。よいしょ、OK。こんな感じで、この隙間に金具をね、差し込みました。ただこの段階ではね、グラグラしてます。そしてもう一個はこちら。これもね、まだ差し込んだだけで全然ね、こうやって簡単にポロッと取れますね。で、これを固定するためにはですね、このゴムの向こう側にこのシートをまた入れ込んでいけば、ここ固定されると思うんですよね。やってみよう。よっしゃ。あ、いいね。いい感じ。これでグッと入っていけばどうだろう。入っていかないか。入ってはいったかな。入っていきましたね。ただね、ここがね、がっちり動かないという感じではないな。これどうしようかな。さっきの状態よりは固定できたけど、まだね、こういう感じグラグラしますね。ここに穴を開けるか。ここに穴を開けて、両サイドね、結束バンドでグッと締めるという手もありますね。このシートはですね、実はエブリィ君のね、秘密基地の天井をこうやってウッド化した時に、ここからですね、もう天井シートを切っちゃってるんですよね。なので今更ここに穴を2つ開けたところでね、大丈夫かなと思ってはいます。こんな感じでね、ここ穴開けてここをねグッと止めていこうかな。もちろんね、軽バンをね新車で購入して、ここにカーテンを取り付けたいという方がね、できればね、穴を開けたりとかそういったことはねしたくないよとおっしゃる方もいらっしゃるとは思うんですけど、ここはねちょっと参考にはならないのかな。ごめんなさい。僕の場合はですね、もうここ穴開けて、ここインシュロックでねガチッと止めていきたいと思います。この辺かな。 OK。はい、そしてですね、これインシュロック結束バンドですね。これはね耐熱用のインシュロックです。これで今穴開けたところを通して結束バンドでね固定していきたいと思います。はい、今ねこんな感じで結束バンドで留めました。結構ねがっちり止まりましたね。はい、こちらもこんな感じ、がっちり止まってます。今ようやくカーテンレール、ここの端からですね、こういう風にぐるーっとフロントガラスの方に向かいまして、そしてこのミラーの裏側を通りましてですね、そして助手席側の窓の上を張っていってここまでということですね。で、皆さんね、もうこれお気づきだとは思うんですが、結束バンドでねもう止めまくりましただからね、これ皆さんおすすめはできないです。ここにもね穴開けましたしね、そしてここの天井のねこのシートにもねここ穴開けてます。さらにはここの裏にもねここですね、穴開けて結束バンドで留めてます。で、このシートのね耐久性がどれぐらいかっていうところもあるんですけど、もしかするとねこの結束バンドで留めているここがね破れてくる可能性もなきにしもあらず、ただこの金具自体をねしょっちゅう動かすわけではないので、固定してるだけですからね大丈夫かなと思ってるんですけどね。これはこれから使っていく中で判明していくことだとは思います。そしてここのねバイザーのここのねこの棒の部分ね、この棒の部分に結束バンドで固定してます。このカーテンレールにね穴を開けまして結束バンドで留めているということですね。で、さらにはこの真ん中部分はね、これもこのカーテンレール自体に穴を2箇所開けまして、この結束バンドでぐるっと巻いて固定しているということですね。がっちり止まってますね。カーテンがねこのように2枚入りなんですよ。なので左右に開くカーテンになっているので、ここで右側、ここで左側という風にね分かれますから、なのでここが隙間がねもうここないんですけど、これはね大丈夫かなと思っております。はい、そして右側来まして、ここもねバイザーに
結束バンドで留めている感じですね。カーテンレール自体に穴を開けましてですね、ここ結束バンドで留めてます。はい、そしてこれも助手席側と同じですね。こんな感じでこの天井シート、このシートに穴を開けて結束バンドで留めている。はい、そして最後こちらも同じく結束バンドです。でエンドがここに来ているということですね。スライダーかな、これをね取り付けていきます。はい、こんな感じですね。はい、こんな感じです。あ、ここはちょっとここは硬いな。よっ、はい、ここまでですね。ここで真ん中ですからね。まずはね全部通す必要があったんで、この真ん中の部分はね今結束バンド切りました。後でね固定します。ここやっぱり通していかないといけないんでね、まずは全部通してしまって、で左右このスライダーの数を均等にして、その後最後にここを結束バンドで留めるということですね。はい、こんな感じでねカーテンフックも取り付けましたんで、あとはですねカーテンレールに取り付けていこうと思います。結構大変だったな。結構大変だったけど、あくまでもですねこれは私龍神の自己満足の世界ですから、皆さんのね参考には多分ならないんじゃないかな。穴開けまくりましたからね。あくまでも自己満足で、この僕の小さな秘密基地にカーテンを取り付けている50代のおっさんの動画だと思って生温かい目でご覧になっていただければ幸いでございます。はい、できました。はい、ということでね今ねカーテンを閉じてみました。おー、いい感じいい感じ。真っ暗ですね。今ですね LED ライトつけて車内を明るくしてみました。これぐらいのライトをつけないとねもう真っ暗で、こんな感じでねカーテンの方取り付けができましたね。はい、こんな感じでございます。でこれ今ね LED ライトをつけているんですけど、ちょっと一回切ってみましょうか。はい、おー、もうね真っ暗ですよ。光がねこの上からこれぐらいですね。だいたいねもうほとんどないですよ。1センチぐらいかな。1センチぐらいの隙間がねここにずっと、ね、あるんですけど、これはねまあほとんど気にならないと思います。こんな感じですね。で今ね外がまだ明るいので明かりがね漏れて車内に明かりが入ってきておりますが、これが夜になるとねもう外も暗いしもう真っ暗だと思いますよ。はい、でねここにこんな感じでマジックテープがねついてるんですよね。はい、ここですねマジックテープついてるので、ここマジックテープで真ん中ね留めちゃえば隙間からの明かりもね入ってきづらくなりますからね。はい、この上にもねここですねマジックテープついてます。でこれを留めるとこんな感じですよ。もうほぼほぼね外からの明かり入ってきませんよね。ということは夜になるとこの車内の明かりが外に漏れるということがねほとんどないんじゃないかなと思いますよ。はい、ということで今回はですねこのエブリー君車中泊仕様秘密基地のこのフロント部分にねカーテンを取り付けてみましたよという動画になっておりました。今回はですねいろんなところに穴開けまくりましたしね、留め方もねこういった結束バンドを使いましたから、本当にね DIY お上手な方、ベテランの方、そしてその道のプロの方、そういった方から見るとねおいおい何やってんだともしかしたら思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、これもね50代の DIY 超初心者のおっさんがですねなんとかここにカーテンを取り付けたいと、そういったね夢を叶える自己満足の極致の動画になっておりますんでね、僕としてはね大満足の出来でございます。さあこれから車中泊の旅もね日本全国いろんな場所にね出かけていきたいなと思っております。この小さな秘密基地の中でできるだけ自分なりの快適性を求めて、これからもねいつまで経っても完成することはないというねこの未完のワクワクを求めて DIY 進めていこうかなと思いますのでね、これからのこの車中泊仕様の進化の過程がちょっとでもね気になるよという方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録をしてこれからの動画もご覧になっていただけると嬉しいです。それでは今回の動画はこの辺りで締めたいと思います。また次回の動画で皆さん元気にお会いいたしましょうね。お相手は龍神でした。バイバイ。